皆さんこんにちは。今日の動画では江ノ電に乗って鎌倉の鶴岡八幡宮と大仏を見に行きます。お店の人との会話も出てくるので、ぜひ最後まで見てください。電車の窓から海が見えます。とても綺麗です。ここは七里ヶ浜から稲村ヶ崎に向かっている途中の海です。七里ヶ浜も稲村ヶ崎も名前を聞くだけで素敵と思わせるイメージがあります。サーフィンをしている人がたくさんいるのが見えますか？そして江ノ電を撮っている人もたくさんいます。私が電車から外を撮っていると、外からこの電車を撮っている人がたくさんいて、とても面白かったです。この辺は家と電車との距離が近かったです。これだけ近いと電車の音がうるさそうですよね。どうなのかなと気になりました。ここは江ノ電を止めておくところでしょうか。何台も止まっていましたね。ここにも江ノ電を撮っている人たちがいました。この人も江ノ電を撮っていました。もちろん駅のホームでも江ノ電を撮っている人たちがいました。細い道があって、こうやって線路に入らないようにしていました。線路と生活の場所がすごく近いのが面白かったです。ここにも江ノ電を撮っている人がいました。鎌倉駅に着きました。乗る人たちは反対側のドアから乗るので、こちらは降りる人だけです。この改札から出ます。ここが鎌倉駅の駅前です。私たちはこっちの道に行きます。まず最初にハンバーガーを食べに行きました。開店5分前ぐらいに着いて、5分ぐらい待って入れました。3人です。はい。注文します。照り焼きバーガーにトッピングのチーズと、あとサイドでクリスピーフライドポテトと、ポテトは全部ついてます。ポテトとサラダとデザートも。じゃあ、あとコカ・コーラで。コーラで。はい。あと、クラシックバーガーに、はい。ハラペーニョ、あと、ベーコンつけてください。そして、ノンアルビールください。じゃあ、あとクラシックバーガーに生レモンつくし入れスカッシュでお願いします。以上ですね。はい、ありがとうございます。この日はとても暑かったので、生レモンスカッシュがとっても美味しかったです。ハンバーガーもとても美味しかったです。ではお会計をします。お会計お願いします。ありがとうございます。7848円。はい、じゃあカードで。タッチでもね。タッチで。はい、ありがとうございます。レシートご入力ですか？はい、お願いします。お待たせしました。はい、ありがとうございます。今度は鶴岡八幡宮に行きます。赤い鳥居が見えてきました。鳥居の道の先は
他より高くなっています。実はこの道には面白い仕掛けがあります。神社に近づくにつれて狭くなっているんです。そうすることで実際の距離より長いと思わせて神社をよりすごいものに見せているんだそうです。今着物で歩いている子たちがいたのは分かりましたか？鎌倉には着物のレンタルショップがあります。着物を着てみたい人におすすめです。ただし暑い季節は大変です。春か秋がベストです。ここは参道です。参道というのはお寺や神社に行く道です。参道沿いにはいろいろなお店があります。このお店はすごく昔っぽいですね。ここまで来るとかなり道が狭くなっているのがわかります。止まってしまいました。信号が赤だったみたいです。今みんなが渡っています。この鳥居が鶴岡八幡宮に行く最後の鳥居です。目の前の橋は太鼓橋と言います。太鼓というのはこれのことです。確かに太鼓みたいな橋ですね。すごく急な坂になっています。今は通れなくなっているので、隣の橋を渡ります。鯉が泳いでいます。道に屋台が出ています。屋台というのはこういうお店のことです。何か看板があって人が集まっています。看板にやぶさめをすると書いてありました。やぶさめというのは馬に乗りながら弓を射るものです。フル使う馬って。馬が走るのは2時頃を予定してます。2時。はい。ありがとうございます。はい。2時は遠いね。長いね。この時は12時過ぎでした。やぶさめ見たかったんですが、2時間は待てないなと思って諦めました。この道を馬が走るとのことでした。この辺は招待された人の席でした。お参りする前に手を洗います。ここもこれから何かやるのかもしれませんね。ではこの階段を登ります。階段を登っている間に日本でのホームステイプログラムについてお知らせします。ホームステイは日本で普通の人の家に泊まります。なので日本での生活をリアルに体験することができます。またホストファミリーと日本語で話すので日本語の勉強になります。旅行で日本を経験するのとは別の形の日本を経験することができます。ホームステイプログラムはフレンドリーな方にはもちろんおすすめですが、シャイな方にはなおさらおすすめです。一緒にいる時間が長いので自然に仲良くなれます。大人気のプログラムです。今年の秋の10月、11月のスケジュールが出ました。
ご興味ある方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。この先がお参りする場所です。おみくじを引きます。吉だ。吉だった。息子は大吉を出したくてもう一回引きます。今度は黄色い。また吉だもん。息子はなんと次は3個連続で引きました。もうこれで終わりにしよう。お金がもったいない。だいたい吉じゃん。3個のうち2つは吉、残りは末吉でした。今年の息子は吉ということなんだと思います。おみくじの紙を縛って置いて帰ることにしました。これもおみくじを置いて帰る場所です。その先に鳥居のたくさんある別の神社がありました。鳥居がたくさんある神社は稲荷神社が多いです。ここは丸山稲荷神社です。せっかくなのでここでもお参りをしました。帰りは横の道から帰ることにしました。そしたら道幅が狭いところがあって危険でした。鶴岡八幡宮の中を通って帰ればよかったと後悔しました。参道の鳥居に戻ってきました。鎌倉彫のお店に行きます。鎌倉彫は鎌倉の伝統的な工芸品です。夫は鎌倉彫の箸を買いました。地味に見えるかもしれませんが、とても素敵です。私は別のお店で箸を買いました。すいません、じゃあこれをお願いします。これちょっと新しいお箸がある。そうですか、すいません。こちらを。箱に入っているきれいな方に変えてくれました。こちらになりますはい、ね。ありがとうございます。じゃあ、これをお願いします。 2007はい、ペイペイでいいですか？はい。読み取りというのはスキャンすることです。じゃあこれで。はい、じゃあ。はい。はい、ありがとうございます。こちらにね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。レシートもらってもいいですか？はい。領収書でいいですかね。あ、どっちでも。はい。でこちらにね。あ、はい、ありがとうございました。この箸屋さんは箸に名前を無料で入れてくれるそうです。鎌倉駅に戻ってきました。これから江ノ電に乗って鎌倉大仏のある駅に行きます。ちょうど電車が着いたところでした。でも待っていた人全員が乗れたわけではありませんでした。私たちも次の電車に乗ることにしました。鎌倉大仏のある長谷駅に着きました。これが
改札です。スマホをタッチして駅から出ます。乗ってきた電車が通り過ぎて踏切が開きました。観光客がものすごくたくさんいました。歩道があまり広くないので混んでいて歩くのが大変でした。途中でとても疲れたのでカフェに行きました。抹茶ラテを飲みました。皆さんは鳩サブレーというお菓子を知っていますか？鳩の形のクッキーです。そのお店の向かいに鎌倉大仏のあるお寺があります。入り口の門をくぐった先にチケット売り場があります。大人1人300円です。大人さんにお願いします。はい。はい、ありがとうございます。はい、チケットあります。チケット。これ3人。はいはいはい。中に入ってちょっと行くとすぐに大仏が見えました。大仏は漢字で大きな仏と書きます。大きな仏像のことを大仏と言います。鎌倉の大仏の高さは 11.39 メートルだそうです。下の台座を入れると 13.35 メートルだそうです。目の長さは1メートルだそうです。口が 0.82 メートル、耳の長さは 1.9 メートルだそうです。そうすると、口より目の方が大きくて、目より耳の方が大きいということですね。ハンサムなお顔ですね。お線香をあげることにしました。100円を入れて取ります。ここで火をつけます。ついたみたいです。お線香はここに立てます。この大仏は1252年から作り始められたそうです。ただ、その後いつ完成したのか、また誰が作ったのかなど分かってないことが多いそうです。背中が開いていますね。最初は窓の扉がなくて、穴はずっと開きっぱなしだったそうです。ちなみにこの大仏は昔は大仏殿という建物の中にありました。でもその建物が強い風で飛ばされてしまったんだそうです。それ以来、今みたいに屋根のないところに座っているんだそうです。こういう雲のことを鱗雲と言います。魚の鱗みたいだからです。大仏の中に入ることもできるので、行ったらぜひ入ってみてください。Before we go, I'd like to share something with you. I have a subscription course where you can learn Japanese pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. I truly believe this knowledge will transform the way you speak and help you sound the way Japanese is meant to sound.
Every month, I also host a pronunciation challenge. Join the course and you can take part in these challenges and get direct video feedback from me personally. I see real improvement in the people who participate. If you're serious about improving your pronunciation, check out the course. The link is in the description. それからチャンネルメンバーシップもやっています。入っていただくと、例えばこの動画の PDF がダウンロードできます。一つ上のプランでは特別なエピソードが見れます。ただ、それも私のコースに入っていただくと見れます。では最後にメンバーシップに入ってくださっている方とスーパーサンクスをくださった方にお礼を言います。名前が間違っていたら教えてください。チャールトン・ローさん、ディマ・ソーシロさん、デブさん、アルビレオさん、ウィリアム・ダウニーさん、フラグラント・オーシャンさん、ホルヘ・アセンションさん、トーマス・ラウスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、エイミアさん、デイビッド・スピレンさん、サウンドビジョン NW さん、ベイド・ドリームズさん、ヨーギー・バックスさん、アイリン・チェンさん、キスナスキーさん、ジュリエン・チーさん、アンナ・ライアンさん、ラファエル・クルツコフスキーさん、ライアン・ムーアハウスさん、オレンカさん、マーレンさん、ジョナリン・アベさん、パクセムさん、コウさん、ジョージヨンさん、ゴースーシェンさん、ヨルク・ディーテリヒさん、ニック・エスポさん、ケイさん、ヤガーピル42さん、コーダー XYL さん、ジャンモクさん、ゲルドタイズさん、坂井ルカワさん、シュレヤスシンさん、アーターさん、ワンチューリンさん、フーカイジュンさん、コーリーホッチさん、カリオペさん、ケイラブレイジーさん、クリスチャンジーさん、レナドルネイさん、カシャさん、チョットヨンさん、各局名さん、フェルチさん、イスルアさん、セクシースノップさん、ジェンブ・ウィエンさん、宇津木美杉さん、バルトーミエ・ポトラバさん、リチャード・デイビスさん、シップデビル・ネムさん、サイファーセキュリティ・フロム・スクラッチさん、ゾンフォックスさん、シャヒラバヌさん、プシェミス・ワフ・ニズベスキさん、ニューチャンネルさん、レミデ・ボスさん、クロン・スンヘンさん、ウォルター・エルデケンツさん、ジェシーさん、セシルさん、ラクローイさん、ネスタナーさん、ルジウス・セーンバウムさん、ノーマ・ケアリーさん、ジェイソン・ワンさん、ジョン・エムさん、SGO さん、マシュー・エドワーズさん、静岡ブルースさん、エラリスさん、ユキコさん、ハロー・クレマーさん、パンダロリアンさん、ジョシュア・ファラーさん、リチャード・ニコラスさん、カウデリー・ムーンさん、リン・ヤーチェンさん、フォルテキストさん、アーニーさん、ムーフイーさん、ダニーロスさん、エムリン・ロフトハウスさん、ペプルスさん、ユン0527さん、ヌリ0619さん、スコット・ムーディさん、チョン・ビョンスさん、チョン・ボヨンさん、ルデック・チェルティックさん、マーク・ファルケンベルクさん、EHJ さん、ウングさん、ナグア・ベルモ・タレブさん、マーロルさん、ラオルイダーさん、エバレット・マクダフィーさん、ソーコールドさん、ダイアン・ランキンさん、フライフライ・ニーナさん、マルッカ・ソテラスさん、ジュース・ホリックさん、ディランさん、ユン・ジョンフンさん、キム・ジョンウォンさん、ギュルジェ・チェティンジャルさん、ビエナ・ブロブレフスカさん、オフィーリア・チャンさん、ウマペスワ・クワルケルさん、ジョン・ワレックさん、ロベル・ユアレスさん、アラム・ギルホさん、宮城・ムハンマドさん、バイシャリ・アリアさん、スムアン・シューさん、ドーン・エムさん、トレイシー・ロットンさん、カレン・プライスさん、ラウン・ゾーミンさん、トーフェ・アーキテクチャさん、エイ・カサさん、ゴダイヒさん、キング・バーサロナさん、ウェスパシアンさん、BC・ユンさん、セドリックさん、バナナキッズ TV さん、ジャックさん、マルールスさん、ハリスさん、ロスポヨスさん、ブルザバブさん、キム・テボンさん、トリビュートさん、ドリュー・クロムクイストさん、ロスボーンさん、ジョン・ランバートさん、インシク・ベイクさん、マリさん、ゼロさん、パンダ・フランビーさん、ファン・ジュアンさん、ミンテ・ナインさん、ファン・サンミーさん、チャンネルメンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とってもありがたいです。感謝の気持ちでいっぱいです。それからクォン・スンヘンさん、ブルースさん、スーパーサンクスをありがとうございました。いつも応援してくださって本当に感謝しております。この家を過ぎたら七里ヶ浜の海が見えました。海はとても素敵ですね。右手の方に江ノ島も見えてきています。では皆さん、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけるととっても嬉しいです。では皆さん、良い1週間をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。またね。いつでも教えてくれる